はい、地球ダモケ南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。今回紹介したい商品はこちら。前にある商品ですね。プリズモさんのシリーズなんですけれども、ミラーパウダーとキャンジェルとこのレクシアという LED ライトですね。こちらをですね、取り扱うことになったのでご紹介したいと思います。もともとこのプリズモさんって初めて聞く方も多いんじゃないかなと思うんですけども、今年ホビーショーで初めて出展をされたということで、僕とトックでライブ配信してたんですけどね、全然気がつかなくって、どこにおられたかっていうと、別のメーカーさんのブースを一部借りて出展されてたと。自分もまだまだだなとちょっと反省してるんですけど、こちらがですね、今年のホビーショーで結構、SNS で話題になって、で、速攻問屋さんに電話してですね、はい。で、ちょっと仕入れさせてもらったと。もともと、ネイルの商材を扱ってるメーカーさんが、模型用に進出しますよっていうので、プリズモというシリーズ展開されてるということで。で、どんな感じになるのかっていうのとかね、どんなことができるのかとか、今からいろいろね、調べてみたいと思いますので、お付き合いください。それでは早速キャンジェルを塗っていきたいと思うんですけども、今この画面に映ってるものだけ見たら完全にメイク動画になってますよね。そうですね。なのでですね、僕の今の塗り方よりもネイリストさんの動画見た方が、こうやって塗るんだって分かりやすいかもしれないですね。メーカーさんに一応使い方は聞いたんですけども、筆に力を込めずですね、このジェルを薄く伸ばすようなイメージということなんですよ。ツン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 触りすぎるのも良くないですよと。で、このジェルのこのレベリング力を信じて、時間を置くと平滑になるらしいので、こうやってね、1回で塗る感じです。で、筆に力を入れすぎず、筆の自然なね、広がりでジェルを伸ばす感じ。これこのまま固まっちゃうので、ここで薄く塗っとかないとやっぱ厚ぼったい仕上がりになっちゃいますからね。この動きは初すぎてうまいのかどうかわからん。でも模型業界にさ、このネイルの業界さんが入ってくるって面白いっすよね。すごいね、可能性を感じるメーカーさんなんですよ。僕もね、手芸関係の方にいろんな工具触ってもらいたいとかって日頃言ってるじゃないですか。ちゃんとされてるメーカーさんで羨ましいなっていう。これ今トン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 やってるけど合ってるかもわからないからね。裏返したりするとね、いいですよとかっていうアドバイスをもらいました。でこれでね、しばらく放置ですね。この LED ライトは当てないと固まらないらしいので、放置しておくのがいいですかね。本当にこのまま固まっちゃうんですよね。で、このデコボコが気になってヤスリがけして、すぐに気づくんですけど、これ台無しにしてるじゃんっていうね。乾燥後ね、ヤスリがけとかはもうできないので、端から端まで途中で止めずに一気に行く感じだね。良くなった。そうか、触りすぎはダメだよだけど、多少乗せ直すぐらいはいいのか。それではですね、だいぶ平滑になったので、レクシアですね。6W の LED ライトですので、だいたい距離感で言うと2、3センチぐらい開けるのがいいそうです。で、このレクシアのいいところがですね、1回押したら青いライトがつくんですけども、30秒経ったら消えます。このキャンジェルはですね、30秒から45秒ぐらいの間で硬化させて、で、そこからパウダーを乗せて完成っていう商品なんで、ちょうどライトがね、消えたぐらいで、もう少しだけ気持ち足してあげるみたいな感覚でできるので、はい、目安になってね、いいかなと思います。それでは、つけていきたいと思うんですけども、ライトはね、直接面で見てはいけないんですけども、光自体を見るのはね、問題ありませんので、手に持った方がいいって言われたんですよ。机の上にセットしてしまうと、その正面だけ当たって、側面の効果が弱くなるみたいなので、こうやって、ライトの方でもいいですし、この、今回パーツがスプーンなので、スプーンの方をね、回してもらって。で、今消えましたよね。これで30秒経ったと。で、もう15秒ぐらい気持ちいい。喋るのに夢中になっててね、これぐらいかな。うまくいったのかわかんないですけど、これぐらいにしとこう。はい。今手袋してるんですけど、どうなんだろう。あんまりネチャネチャしてる状態だとうまくミラー乗らないので、もうちょっとだな。ちょっと喋ってたんで、少し当たりが悪かった。もう少し。こんなもんかな。それでは、いきたいと思います。光沢が出て、キュッキュッって感じなんですよ、指が。硬化させすぎるとパウダーがつかないらしいので、加減が難しいんですけど、45秒ぐらいですね。それでは、このミラーパウダーを乗っけていくんですけど、このね、パウダーの粒子がめっちゃ細かいんですよ。ベルベットな感じの色味なんですけど、じゃあちょっとこれをこすりつけていきたいと思います。硬化させすぎるとつかないって言ってたけど、これちょっと大丈夫かな。硬化させすぎた俺。でもこの辺りはほら、めっちゃうまくいってます。もうほら、すごくないとっくん、ここ。めっちゃ綺麗に。これね、先端ね、硬化させすぎたほら。でもちょうどいいや。この根元のところはね、
ちょうどいい加減だったんで、もっとね綺麗な状態でお見せしたかったんですけど、硬化させすぎるとつきませんよっていうねいい例をやってしまいましたな。はい、最後ダストブラシでこうやってはたいてあげます。そうするとミラー感のあるブルーができましたね。これはこれでなんか味があっていいね。なので硬化時間気をつけてくださいっていうね。でちなみにこれ失敗したなと思ったらエタノールで拭き取れるそうです。これまだ上から塗るのダメなんですか？これできます。そのジェル分厚みは出ますけど、これはこれで結果良かったけど、失敗したなと思ったらこうですね、引っかいたら全部こうやってほら剥げてやり直しができるんですよ。これでもう一回塗り直せば思った通りになるまで何回でもできると。塗装初心者の方にね、特に遊んでもらいたいなっていう商品でございます。この剥がれるのってまずいんじゃないとか、むしろ嫌だなっていう人ももちろんおられると思うんですよ。そんな方のためにですね、ちょっと試しにやってみたのがこちらなんですけど、これ白色で塗装してるんですよね、ラッカー塗装で。塗装してる部分に塗ると、ほらマジで無理なんで全く剥がれません。面白かったのが密着論で、プライマーの部分もメタリックになるんですよね。これちょっと面白かったです。他にもですね、いろいろ試してみたんですけども、青の粉と赤の粉を混ぜて塗ったくってみたら、ちゃんと紫メタリックになってはいますね。赤と青が本当にドットのようになってるというか、ね、なんか面白い紫って感じですね。地球道チャンネル長いですからね、皆さんの声はもうなんとなく聞こえてくるわけですよ。クリア塗装できますかと。上にトップコート吹いてみました。水性トップコートはまだマシですけど、ラッカーはちょっとダメですね。やっぱ輝度落ちますね。ここに並べているのがですね、こっちがクリア塗装してない方で、こっちがクリア塗装してる方なんですけど、タミヤさんの、エナメル系のねクリアでやってます。エナメルクリアだったらそんなに輝度落ちてなくないですか？いや全然わかんないですね。めっちゃいいよね。どうしてもちょっとクリアしたいよという時はですね、エナメルクリアいいんじゃないかなと思います。続きまして、こんな声も聞こえるかなと思うんです。モールドがしっかりあるパーツに対してキャンジェルを塗るとどういう感じになるのか。いいってことよね、多分ね。ちょっとこの余ったジェルをこう拭き取るようなぐらいの気持ちの方が薄くできるじゃん。いやー、これネイル会話の人からもしたらもうこのへったくそかって言われてそうでも業界違う人がその目線で見るとなかなか面白いこう気づきというか、ちょっと厚ぼったい気がするな。エッジはやっぱり甘くはなるよね。やっぱりね、時間を置くと平滑になっていってるな。これ焦っちゃダメなんだね。それではですね、硬化させていきたいなと思うんですけど、まんべんなく当たるように。なんか焼き鳥屋さんの気分だよね。でこれで30秒経ちました。もう一回いきますか。今度はバッチリ決めたいですね。こんなんじゃないですか。はい。乾燥させた後そんなに急がなくていいですからね。こうやってのんびりこう作業していただいて構いませんので。よいしょ。それではやっていきたいと思います。はい、意外とモールドわかるぞ。綺麗かも。いいぞいいぞ。45秒ぐらいって思ってるけど、もっと早くてもいいかもな。この先端のとこやっぱりちょっと硬化が進みすぎててかかりが悪いな。はい、こんな感じです。いやでも良くない良くない。これはね、やっぱちょっとなんか硬化させすぎだな。この角度でめっちゃ綺麗に光って、ほらほらほらね、うまくいってるよね。こんな感じです。反射の仕方でわかると思うんですけど、やっぱエッジは甘くなるんですよ。薄く塗る技術が僕に身につけばもうちょっと上手になるかもしれないし、モールドは埋まってはいるけど分からなくはないなって感じです。完全に消えてミラーになってるって感じではないですね。ここの先端がちょっと固まりすぎてて、またパウダーが乗ってないんで残念ではあるけども、今成功してないじゃないですかよくないから成功させます。これで一発で成功させてね、気持ちよく終わりましょうよ。マジで本気出そう本当に動画の刺繍が変わって、そう珍しくずっと失敗してるもんねまだ喋ることあったわ。このキャンジェルね、ちょっと余ったから自分の爪にもって言って自分の爪にやってはいけないそうです。なんかネイルの世界ではですね、先にベースっていうものをなんか塗らなきゃいけないんですって爪に。でその塗った後にこのキャンジェルだそうなので、自分の爪をねピカピカにしたいからってこれを直でね爪に塗ってはいけないそうです。であんまり皮膚に当たるのも良くないということで手袋僕してるんですけど、そしたらすぐ僕は気になっちゃうわけですよ。爪の横皮膚だけど大丈夫ですかって聞いたら、ちゃんとそのマスキングとかしなくても皮膚に当てないようにできるんですって皆さん。その点で見るとやっぱ僕めっちゃ下手っすよね
この筆のしなりだって模型の塗り方じゃないからさ、なんならこの根元までしっかり塗料をつけるなんてやっちゃいけませんからみたいなね、そういう育ち方してますから。本当にネイルをされてる方のコメントめっちゃ欲しいな。もっとこう薄く塗りたいんですって言ったら、ゆくゆくは薄くかつ平滑に塗れるようななんかできたらいいななんて言ってられたので、今後出てくる商品も楽しみですよね。当てていきたいと思います。もう今度は30秒きっちり。長く感じるな。30秒本当に？あ、消えた。よし、やろう。これを信じてね、いきたいと思います。ミラーパウダーのゴールドね、どんな感じになるか楽しみですね。あー、すごい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 。うわー、とっくんこれすごいよ。ほら、めっちゃメッキじゃない。すげえ。やった、成功してる。成功してる。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。めっちゃ綺麗じゃないこれ。すげえ。金いいね。初めてちょっと塗ったけど。これメッキだわ。薄さも上手じゃないこれ。これを一発目でやりたかった。めっちゃ綺麗じゃない。いや、すごいですね。やば。こんなんなるの。もう動画の終わりがけで一番感動してるんだけど。この辺りとか実験しましたって言ってる時、まだもっと綺麗になるよこれ。全然違う。全然違う。めっちゃ綺麗。これ粘土いるわ。ネイルの動画見よう。厚みも全然なくないこれ。あ、感動しました。メッキですよ。いや、すごい。めっちゃ綺麗。模型をされるメンズ諸君。粘土ですね。もう粘土しかないです。もうみんなでネイルの動画見ましょう。ネイルの常識が今模型業界に入ってきたっていうね。今後もプリズモさんね、どんな商品出してくれるか楽しみですし。で、色がですね、青と赤と緑とシルバーとゴールドとありますのでね。ほら、シルバーの感じも気になるんじゃないですか。模型屋さんに並んでいると思いますので、ぜひ手に取って試してもらえたらと思います。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。練習しよう。